もし1日たった10分で脳科学的に最も効率よく上達できる練習法があったら知りたくないですか？今日は脳科学の研究を調べまくって作った最強の練習メニューを全部公開します。しかも最後にその練習を実際にやってみたいと思います。絶対に最後まで見てくださいね。練習法を紹介する前に一つだけ大事なことを言わせてください。ここから話すなぜこの練習が効くのかというお話。これ先に知っておくだけで練習の効果が爆発的に跳ね上がるということが脳科学で分かっています。例えば筋トレ、何も考えずにダンベルを振る人と今この動きでここの筋肉が鍛えられてるんだって意識しながらやる人、同じ回数やっても効果が全然違うって聞いたことありませんか？絵の練習も全く同じなんです。なぜこの練習をやるのか理解してる人は練習中に今の自分ダメなやり方してたなーって自分で気づけるようになるんです。理屈を知らない人は同じ練習をしてもただの作業で終わっちゃうんです。できるだけわかりやすく説明しますのでここは飛ばさずにちゃんと聞いてくださいね。では3つお話しします。練習法その1、逆さま模写、記号の呪いを壊す。まず1つ目は逆さま模写です。あなたが顔を描くとき本当に顔を見て描いていますか？実は見てないんです。あなたの脳は脳の中にある顔ってこんな形、配置だよねという記号を引っ張り出してそれを書いているんです。この記号のことを脳科学でスキーマって呼びます。要するに脳の手抜きショートカットですね。日常生活では便利なんですよ。でも絵を描くときこれがあるせいで目の前の本当の形が見えなくなってしまうんです。だからどれだけ描いても上手くならない。じゃあどうするか。絵や写真を上下ひっくり返して描くんです。逆さまにすると脳はこれは目だ、これは鼻だって認識できなくなるんです。ショートカットが使えないから純粋に形として見るしかなくなるんです。これやってみると本当に驚きますよ。普段いかに脳に騙されていたかがわかります。練習法その2、ジェスチャードローイング、大事なものだけ見る力。2つ目は速写です。30秒で人物の全体像を描きます。30秒って指一本一本なんて描いてる余裕全然ないですよね。だからこそいいんです。脳は時間がないと一番重要な情報だけを勝手にピックアップし始めます。シワとかまつげみたいな飾りは無視して骨格やポーズの流れという本質だけを捉えることができます。初心者の絵がなんか垢抜けないのって飾りばっかり描いて本質が描けていないからなんです。この速写でプロと同じ見る力が鍛えられます。しかも30秒で描いた絵って余計なものがないから意外とかっこいいんですよ。練習法その3、記憶書き、思い出す苦しさが脳を育てる。3つ目は記憶書きです。資料をちらっと見て隠して記憶だけで書きます。見ながら書いた方がいいんじゃないのって思いますよね。実は逆なんです。脳は情報をインプットするときより思い出そうとするときに一番成長します。テスト勉強とか思い出してみてください。教科書を何度も読み返すよりも何も見ないで白紙に書き出した方が覚えてませんか？絵も全く同じなんです。思い出せなくて苦しいあの感覚、あれは脳が必死に回路をつなぎ直している証拠なんです。だからその苦しさを歓迎してください。書けなくていいんです。思い出そうとしたその瞬間にもう上達してるんです。さてこの練習法、毎日どれくらいやればいいのか。脳科学の研究が推奨する理想のメニューがこちらです。ウォーミングアップ10分、混ぜこぜ模写20分、逆さま模写20分、記憶書き20分、言葉で振り返り10分、合計80分。80分、毎日80分、無理ですよね。私も無理でした。仕事や学校があって毎日80分も練習に割ける人なんてほとんどいないと思います。こんな練習やったら自分の描きたい絵を描く時間がなくなっちゃうって思いますよね。正しいけど続けられない練習は存在しないのと同じです。だから作ってみました。この80分のエッセンスをたった10分に凝縮した特別メニューです。構成はこう。前半4分逆さま模写、脳の記号ショートカットを強制リセットします。後半6分は速写30秒から記憶書き30秒の6セット、脳をフル回転させる怒涛のインターバルです。この合計10分です。80分の練習で鍛える3つの脳の回路を10分にギュッと詰め込んでみました。しかも速写と記憶書きを交互にやるのがポイントです。違う種類の練習を混ぜると脳は毎回思い出し直さないといけなくなる。この負荷が記憶の定着率を2倍以上に引き上げるんです。80分の濃密な練習を10分に圧縮する。毎日10分なら続けられますよね。では100分は一見にしかずってことで実際にやってみたいと思います。では5秒前からまずは4分間の逆さま模写からやっていきます。なんだこれ。これ逆さまだとなんか
もともと何かわかんないんですけど、余計わからなくなってますね。もうほんと見たまんまのシルエットを撮ってるっていう感じです。4分なので、本当に時間もあんまりないですし、脳の、こういう形だっていうのが働かないので、もう本当に形をそのまま撮ってるっていう感じですね。では次は速写パートに移っていきます。30秒で人物を描いていきます。30秒マジであっという間なので、見た瞬間にこういうイラストだっていうのを瞬時に理解して絵に落として込んでいきたいと思っています。もう終わる？早い。で、速写パートが終わったら今度は、記憶をもとに、今の絵を描いてみるというパートになります。これを交互に6セット繰り返します。見た瞬間に理解して、で、記憶して思い出して書く。これもうバッチリ脳が鍛えられてるって感じがしますね。もう終わっちゃった。さっき見たはずなのに全然思い出せない。でもこの思い出せなくて、どうだったっけと思い出してる。これが、脳をね、活性化させてる途中ですので、だから焦らなくても大丈夫です。書けなくても思い出そうとしたこと自体が練習になるので、そのまま書いてみてください。はい、終わりました。では最後に今回使った画像が全部出てきます。自分の記憶とのズレを確認できる。この振り返りが練習の仕上げになります。これで10分でしたが、体感一瞬でした。で、やってみたらわかるんですけども、30秒ドローイングって時間が短い分、見たものを即座に理解しないといけないっていう、ものすごいプレッシャーがかかるんですね。しんどいけど、脳が鍛えられてる感覚がめちゃめちゃあります。だらだら1時間書くよりも、この10分の方がよっぽど密度が高いんじゃないかと思います。では、まとめをしたいと思います。脳科学が証明した3つの最強練習法。逆さま模写で記号の呪いを壊し、速写で本質を見る力を磨く、記憶書きで思い出す力を鍛える、そしてそれを毎日たった10分で実践できるメニューをご紹介しました。1ヶ月後の自分の絵を楽しみにしていてください。続ければ必ず変わります。今回の練習ツールの詳しい使い方は概要欄にノートの記事をまとめておりますので、気になった人はそちらをチェックしてみてください。このチャンネルでは脳科学を使って蟹絵師への成長を目指しています。今回の内容が役に立ったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの応援が次の動画を作る励みになります。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。